植物だらけになって手入れするのが大変、花壇の面積を少なくして広くしたいということで、基本はもう出てきた材料を配置を変えて、剣が立っちゃってんで組み直そうかな。全部石をメリハリをはっきりつけたんで、楽しみながら作っていくっていうか、そういうお庭になったと思います。おはようございます。金井良一です。新しい言語のガーデンリメイクを始めたいと思っております。はい、植物だらけになって手入れするのが大変ということで、お客様が植木が好きで植物がいろいろ種類がありまして、もっと空間的にちょっと植物の面積、花壇の面積を少なくして動けるエリアを広くしたいということで、できるだけ今現在ある材料を使って全部リフォームしていくという仕事です。よろしくお願いいたします。一応こういう感じで、結構地図いらんの結構あるんですけど、キャラ、それから島トレーニングを背低くした形で手入れしやすくしてるんですけども、庭の空間の面積を取りすぎてあるんで、全部公木的なものやつは一応撤去っつう形ですっきりするっつう、ここのスペース自体もできるだけ広く、植物の植える面積をちょっと少なめにしていくっつう、植物がちょっと増えすぎて、移動空間においてもちょっと植物で結構邪魔になっちゃってる。カイツがね、生垣になってたんですけども、そのカイツがもう取っちゃいます。ちょっと手入れするのもなかなか大きくなって、お隣の敷地に入っちゃったり、これはもうつる系はもうある程度剪定してちっちゃくする、ある程度剪定して透かしてこじん張りしちゃいます。はい。飛び石なんかもありますし、これも結構アプローチだと動いちゃうんで、こういうのも全部活用した形で新たに引き直しして生活空間としてちょっともっと広くしていきたいと思っております。これ石なんかも結構石組みの出てきてんで、ちょっと石組みなんかも剣がちょっととんがってるやつはちょっとメカしたり、ちょっと大きいのはもう取った時点で考えますけども、このステージにおいては多分張り替えはもう多分無理なんで、土がここには入っていかないような処理をしたいと思っております。はい。ただ基本はもう出てきた材料をレンガとか多分埋まってる縁石で埋まってるやつがあると思うんですけど、そういうのを利用した形で構成を組み直していく。とにかく空間がすっきりするために大きいのだけ先に撤去という形になります。
ですね、ちょっと長年経った古い木はやっぱお客様のためにはちょっとお客様自身が塩をまいたりお酒でちょっと清めてもらいます。伐採と抜根してしまうやつは長年ここで育ったやつですから、まあ我々よりお客様の方がそういう気持ちで今日やっといてくれたんで、我々としては自分より年々上の木はあまり切れないと。あ、そういうことですか。いや、切れないって気持ち的にね、だんだんやっぱり自分が70経つと70でこうなってると、だからまあできればそういう木は若者がこう切って、まあそういう気持ちの問題なんで、はい、お酒とお米とそれからお塩をまいていただいたというお話だったんで、はい。ブロックの根が下まで多分いっちゃってんだよ。ちょっと持ち上げるのが残り1枚ぐらいですが、ある程度ちょっと深くやって切っちゃいます。これはもう別に発芽しないんで、そこからだからそのうち腐っていくからできると思います。大きな木の抜根は終わったんですね。あとはもう小さな植物を整理しながら地割りを構成していくっていう感じですね。と奥様の方にこの木工バラはもういらないと、いるものとのそういうのを分けた形できれいに一回整理しちゃいます。赤ドラ赤ルマセラの赤ちっちゃいやつ。だいぶさっぱりしてきましたね。で定的にここのコーナーは少しちっちゃくするけどバランスがいいんで残したいと思います。まあ水仙とかチューリップとかいろんなものがこれ。でこの石積みがちょっと首直したりしますけど、こっち側が植栽地でこうやって出てくると思うんですよね。
金井さん、この大きい石はどうする？これをちょっと据え直す。立ってんで、ちょっと伏せようかな。寝かして。ここのままだと石だけが目立っちゃって。まあ、寝かせれば平らになるんで、花を置いたり腰掛けられたり全部こうやって剣が立っちゃってんで、伏した感じで柔らかみの形で組み直そうかな。全部石をこうやってだからこの面で縁やってったらそれを全体的に柔らかく感じになるんで、このまま利用できるかなと思ってね、ちょっとこれで、ちょっと落として向き変わるだけでだいぶ印象が。そうですね。だからこう立ってるよりはこう寝かした方がちょっと柔らかみ全体の。前はほら和っぽく石をちょっと使ったと思うんですけど、植物もまあそういうグランセラとかそういうやつです。じゃあまあ植物に合わせたような。そうですね。ちっちゃい石で植体をこう作っていきます。縁石縁に並べていくんです。はい。既存の石は外して組み直しできました。この枠内に植栽という形になるんで、この部分が今度は歩きの空間になって結構広くなる。この装置も広くなるので、こう植栽地と今度は縁切りをはっきりするためにモルタルかなんか縁を取ります。飛び石打ってあるんですけど、これも高さ揃えて全部打っていきます。土を取りながら、でこの土は全部この植栽地のこっち高くしてるんで、こっちの中に入れちゃいます。そうすれば持ち出ししなくて済むかなと。こっちは今植物ちょっと移動して幅ちょうど今までここまででしょ。この面でここれが全部出てきて、これで使って巻いちゃいます。だからこれで縁石地植栽地は全部一応使って、で足んない分ちょっとこんだけちょっと持ってきたピンコロを使うところもありますけど、まあ一応カラーは縁全部取っちゃいます。縁と縁のピンコロとピンコロのラインの間は、モルタルで洗い出しっていう形で一応化粧していきます。フェンスの方もやっと出てきたんで、フェンスを利用した形で板を張って目隠し
ワンバイをフェンスにそのまま打って全部植栽し直して配置を変えていきます。PVC も一応引き直してちょっと高さを全部一定にして、あとはエコグローブ最終的に引くんで、エコグローブは浸透式の固まるやつで、これはもう散布して水をまくだけで固まるっていうやつで、多少の勾配がそれ取れなくても水が浸透しちゃうんで、まあ歩くことにおいても障害がないと。雑草も抑えられるし、植栽地以外はエコグローブで。ちょっとその前に高圧洗浄をかけちゃいます。エコグローブ仕上げでやっていきます。基本的に原料は砂とマサド、これはシャワー工法っつって、これをかければ翌日固まってくる。だから一番簡単じゃないこれ。少し上から圧をかけて、強度的にも空気がいっぱいなっちゃうと、ちょっと押し固めておくと水かけても沈まない。まあ人が乗っても大丈夫なんで、その程度は。だけど重たいもんとか車とかそういうのももう無理で。じゃあ駐車場とかには向いてないと。絶対無理。草が入らないように表面の化粧っていうか完璧ってわけじゃないですけど、雑草対策には一応。はい、これで完成です。これで完成です。今までちょっと植物が香木が多かったんで、トランセラなんかもちょっと隠れてたんですけど、まあトランセラが逆に今度
放牧っつう感覚でまとめました。全体的にスリムで、遠石なんかも出てきたやつを使ってますから、まあこっちで入れたのがピンコロが20本ぐらいですかね。でまあエコーローブとまあ多分放牧あってあった上で植物を植えたんで結構混んじゃった状態で、植物の植え込みと広くするスペースを区切れば結構で、やっぱり今までアプローチなんかもちょっとそこから草が生えたり、だから草が生えるとアプローチが狭くなっちゃう。だから今回エコグローブを使いまして雑草を抑えるという形にしましたから、まあ今こんだけの広さ空間的に保っていけると思います。こう手入れももうこの花壇の中だけをやっていけばいいわけですから、この石なんかもほとんど組み倒したんですけど、今まで和の雰囲気でだったんで、まあそれをできるだけ寝かした形の柔らかみのある伏せた感じの伏せ直したんですけど、日本人の場合は立ち石的にこう石の造形的なものを使うことが多くて、まん丸でツルツルっつうのもそれほどだけど伏せるっつう形で使っていくと、まあ今の植物に合う雰囲気にはなります。ドナセラとかソテツに合わせた形で一応こういう構成になりました。はい。これで一応リメイクは終わります。まあ、今までちょっと植木が結構邪魔してどう植えてもバランスが合わないとかそういう問題があったと思うんですけど、今こうすっきり花壇とアプローチメリハリをはっきりつけたんで、これからなんかお庭を楽しんでいけると思います。でやっぱり空気の流れがこう変わりましたもんで、やっぱりそうなれば植物も育ちも良くなると思いますから、楽しみながら作っていくっていうか、そういうお庭になったと思います。これで終わりたいと思います。ありがとうございました。